はい、それでは抵抗負荷 SRPP 3欠5欠切り替え式 6L6 シングルアンプの製作第1回目スタートしたいと思います。もう何やら舌を噛みそうな名前になってますけれども、今回はですねこのアンプのコンセプト、それからラフな設計をご紹介したいと思います。以前のですね作例紹介で、6L6 という真空管を使ったパワードサブウーファーのご紹介をしました。このパワードサブウーファーの電圧増幅部の回路はですね、普通に抵抗を負荷として使った負荷抵抗の回路ではなく SRPP シャントレギュレーテッドプッシュプルという回路を使っていました。この SRPP ですね、出力インピーダンスがとても低いという特徴がありますよということをご紹介したんですけれども、では果たして普通に抵抗を負荷として使う場合とこの SRPP の回路、音質的にどんな違いがあるのか、聞き比べてみたいなというふうな、興味が湧いてきました。それからですね、6L6 という真空管は、本来というかもともと5極管ビーム管なんですけれども、それを、この作例では3極管結合3欠で使っておりました。そのため出力は1ワットちょっとということで非常に小さな出力なんですけれども、本来の5極管結合にしますと、6ワット強の出力が出るということで、こういうふうに結合の仕方を変えますとですね、使い方を変えますと出力が大きく変わってくるということは分かったんですけれども、では果たして音質にどういう違いがあるのか、これも聞き比べたいなというふうに思ったので、今回ですね、電圧増幅部は、普通の負荷抵抗の回路とそれから SRPP の回路、そして電力増幅部は 6L6 を3欠にした場合と5欠にした場合、これらを切り替えられるアンプというのを作ってみて、音質を聞き比べてみようというふうに考えた次第です。ではまずですね、電力増幅部の設計、ラフな設計ですけれども、3欠5欠どういうふうな動作をさせようかなというふうに考えました。こちらですね、ティピカルオペレーション、規格表に載っている典型的な動作のさせ方というところなんですけれども、3欠のティピカルオペレーションはですね、プレート電圧 250V で、バイアスマイナス 20V とにしますと、だいたい 40mA 流れますねというところを、無信号時の定常的な動作状態というふうに置いてました。一方ですね、5欠の場合はですね、この赤囲みにあるところなんですけれども、プレート電圧 250V で、バイアスをですね、マイナス 14V、にしますと、プレート電流が 72mA、その時にスクリーングリッドの電圧は 250V で、スクリーングリッドの電流は 5mA というふうなところを、無信号状態の設定として置いてありました。でこのまま組み上げますとですね、3極管結合の方がだいぶこの無信号状態で流れる電流の量が少ないですから、おそらく電源トランスの直後に結構な大きさの抵抗を配置して、電圧をドロップしなければならないんじゃないか。そうするとですね、出力に関係なくそこでだいぶ熱として捨ててしまうということになりまして、もったいないなというふうに思いましたので、この三極管結合の方をですね、もう少しプレート電流を流して、少しでも出力を稼いでやろうというふうに考えて、どういうふうにしたらいいかなというふうなことで検討してみました。まずですね、最初規格表に載っているティピカルオペレーションでロードラインを引いてみます。負荷抵抗が 5kΩ で、無信号時に 250V のプレート電圧で、バイアス値がマイナス 20V、その時に、40mA 流れますよというところにバッテンマークを書きます。そうしますと、この時のですね、交流的な電源電圧は 450V というふうになりまして、全く電流が流れずに全て、プレートにその交流的な電源電圧がかかっている状態にバッテンマーク、そして、電流がですね、かなり流れて全部そこの負荷抵抗で電圧効果が起こってしまって、プレート電圧が 0V
いう状態のところにバッテンマークを書いて、この3箇所を直線で結んでやったものがロードライン、5キロオームのロードラインになります。で、この時にですね、中点の電圧、バイアスの電圧を決めますけれども、マイナス 20V を中心にプラスマイナス 20V グリッドを振ってあげるというふうにしますと、最大の電力として 1.3W ぐらいが出そうだなというふうに計算できまして、これはまさに規格表に載ってあるティピカルオペレーションとかなり近い値ですね。規格表には 1.4W と書いてありましたので、それにほど近い値が出るんだなということが分かりました。で、これよりももう少しプレート電流を流してあげる方向に、改造していきたいというふうに思ってますので、ロードラインをですね、平行に上の方にずらしてあげますと。そうしますとですね、ここら辺りに、マイナス 20V のバイアス値でですね、だいたい 280V ぐらいでしょうかね、プレート電圧を設定しますと 60mA 流れるポジションというのが見つかりました。ここをまず仮置きしてみまして、それがですね、プレート電流が0になるところといいますと 580V、すべて電圧効果なしですね、プレート電圧にかかってきた状態、それから、プレート電圧が0になるという状態の時には 116mA 流れて、全部ここで電圧効果している状態、この3箇所にバッテンマークを引いて線を引いてやりますと。これ必ずですね、先ほど引いたものと、平行にですね、平行移動した状態になっているはずですね。ということで、ここを中点としてですね、マイナス 20V のバイアスがかかっているところを中点として、プラスマイナス 20V グリッドを振ってあげますと、本当にほんのわずか 1.45W 出力が取れますということになりました。これであまりですね、電源トランスの直後で熱として捨ててあげる分を、ほんの少しでも、スピーカー、アンプの出力として、転換することができたというふうに考えられます。はい、以上のような値を使って、まずラフな設計をしてみました。バイアス値がですね 20V ということですから、ここに 20V の電位が発生するように、下層度の下に抵抗をぶら下げておきますと。で、プレート電圧が 280V ということですから、ここが 20V なので、都合ここが 300V と。で、そこには、60mA 流れ込んでいるということですから、その 60mA はこの出力トランス直流抵抗値228オームを超えてきているはずですので、一定のここで電圧効果が起こっているはずで、その分を勘案しますと B 電源は 314V ということになりまして、こちらですね、片チャンネルで 60mA ということは、両方で 120mA、あと、電圧増幅部に流れていく電流も加味しますと、トータルで、121mA 電源トランスから流れ出ているということが想定されまして、チョークコイルですね、チョークコイル、こちらは直流抵抗が93オームということで、チョークコイルの手前までに、起こった電圧効果を加味しますと、ここが 325V になってほしいということで、電源トランスによってですね、いろいろな電圧出てくると思いますけれども、ここの抵抗でドロップ値を調整して、最初のこのチョークコイルに入る手前が 325V になるように、調整していくと、大体後がうまくいくんじゃないかなという算段であります。それではですね、この前段の部分を今 SRPP の回路で書いているんですけれども、抵抗の回路と切り替えるようにしたいということで、この SRPP の回路が一体どれぐらいの抵抗の値と等しくなるのかというところですね。別のシリーズでもお話ししたんですけれども、ここでもう一回改めてご説明ご紹介していきたいというふうに思います。はい、まずですね、 SRPP の回路の上側の真空管の、下層度の下にぶら下がった抵抗、そしてその下から
グリッドに、線が結ばれていますけれども、この辺りに注目します。この加速度の下の抵抗とその抵抗の下からグリッドに戻っていく線、この辺りを注目していますと、もし仮にこの抵抗にですね 0.45 ミリアンペア流れたとしますと、ここに、発生する電位というのが1ボルトになりますので、この上側の真空管としてはバイアス値がマイナス1ボルトかかったということになります。同じ考え方で、もしここの加速度の下の抵抗に、0.9 ミリアンペア流れたとすると、その時ここに電圧効果が2ボルト発生するということなので、上側の真空管だけで見ますと、バイアスの深さがマイナス2ボルト。同じことの繰り返しですけれども、 1.35 ミリアンペア流れますとバイアスの深さが3ボルト。そして、1.8 ミリアンペア流れますとバイアスの深さが4ボルトということで、流れる抵抗の値によってですね、かなり比例的にですね、バイアスの深さが決まってきます。この、丸を書いたところを直線で結びますと、こういう線になるんですけれども、これは一体何を表しているかと言いますと、例えば200ボルトプレートに電圧がかかったとすると、例えば1ミリアンペア流れますねというところが、表示されていまして、それって何ですかと言いますと、200キロオームの抵抗と同じ動きをしているということになります。ですので、この SRPP の上側の真空管というのは非常に真空管と抵抗を使ってですね、難しい感じに書いてますけれども、実は、200キロオームの抵抗と同じ効果があるということなので、200キロオームの抵抗を負荷抵抗として使った電圧増幅回路と極めて同じ動き方をするというふうに理解することができます。ですので、この抵抗負荷の電圧増幅部の動作を考えるのであれば、もうそれは非常に簡単なことで、200キロオーム負荷のロードラインを引いてあげます。B 電源が 250V ということですから、 250V と 1.25 ミリアンペアをつないだところにシュッと線を引いてあげますと、抵抗負荷のロードラインが引けまして、現状ですね、1.4V、1.5V ぐらいのところを無信号状態の中点として、例えば仮にプラスマイナス 1V の入力電圧があったとすると、その時にピークトゥーピーク 120V 出力することができる電圧増幅回路というふうになっておりまして、これはですね、公団の電力増幅部十分にドライブできるのかどうかというところを、後で調べていく必要があることになります。ということで、この SRPP の回路は200キロオームの抵抗を負荷抵抗として使った回路と同じ動きをするということが分かりましたので、この部分をですね、今は真空管を使った真空管抵抗になっていますけれども、そこを純粋な200キロオームの抵抗と、切り替えられるように3箇所ですね、スイッチを用意して、これで切り替えて、音質の違いを確かめることができるような回路というのを、設計してみました。なおですね、これ片チャンネル分ですので、最終的には LR 両方必要になりますから、3箇所 ×2 ということで6個の切り替え機が必要になるということになります。はい、では引き続いて電力増幅部を5極間結合した時の動作、について考えていきたいと思います。5極間結合のロードラインを引いていくわけなんですけれども、これまずですね、ティピカルオペレーションを見ますと負荷抵抗 2.5 キロオームですということで、そしてプレート電圧が 250V、その時のプレート電流が 72mA、 ちなみにスクリーングリッドは 250V と
いうふうになっています。そこにまずバッテンマークをつけますと、どうでしょう、ここに小さなバッテンマーク下の方にありますけれども、これはスクリーングリッドに流れる電流を示したバッテンマークになってまして、プレート電圧、スクリーングリッド電圧が 250V の時に、5mA 流れますねと。バイアス値がマイナス 14V ということなんですけど、マイナス 14V のバイアス値の時に、5mA 流れますねということがグラフから読み取れます。ちょっと話が、横っちょに行ってしまったんですけれども、もう一回プレートの話に戻っていきますと、プレートを、電圧 250V、それからバイアス値を 14V、で、その時に流れる電流が 72mA というところにバッテンマークを置いて、その時にですね、すべての交流的な電源電圧がプレートにかかった状態は 430V ですね。その時にプレート電流は 0mA ですねと。それからプレート電圧が 0V になるときというのはすべて負荷抵抗で電圧降下したときですから、それは 172mA、流れているというところで、この3箇所のバッテンマークを線で結んであげたものが、5極間結合のロードラインということになります。そして、マイナス 14V を中心にしてプラスマイナス 14V グリッドを振ってあげますと、6W ということで少しちょっと控えめになってますけれども、だいたいティピカルオペレーションの規格表に書いてあったものの 6.5W にかなり近い値に計算上もなっているということがご覧いただけるんじゃないかと思います。はい、こういった値をですね使いまして、作ったのが5極間結合のラフな設計ということになります。まずバイアス電圧 14V マイナス 14V ということですから、この仮想度の下にぶら下がった抵抗で 14V を作ってあげます。そこからプレート電圧 250V 上がっていくわけですから、プレートには 264V、そこにプレート電流 72mA 流れていて、それは、この出力トランス直流抵抗値 228Ω を超えてきているはずですので、B 電源は 280V というふうに計算できます。この 280V を幾分かドロップして、この 264V のスクリーングリッド電圧を作るということで、流れる電流はこの 5mA ですね。スクリーングリッドに流れ込む 5mA と、電圧増幅部に流れ込んでいく 0.63mA、で、所網の電圧効果を発生させるために必要な抵抗値は 3kΩ ということになります。そうしますと、この 3kΩ の、後ろ側ですね、ここでは 264V の電圧を持つようになりまして、それがSRPP 側の電圧増幅部側のプレート電圧 250V、になってほしいということで、そこに流れる電流が 0.63mA、そしてここの電圧の効果分ですね 14V 効果させるために必要な抵抗値ということで 22kΩ というふうなことが分かります。そして、この片チャンネル分に流れる電流はプレート電流が 72mA、そして、スクリーングリッドに 5mA 流れて、本当にほんのわずかですけれども前段に 0.63mA ということで、片チャンネルに 77.63mA 両チャンネル合わせると 155mA 流れるということで、このチョークコイルの直流抵抗 93Ω ということですから、電源トランスから出て、このドロップ用の抵抗を超えてきた最初の電圧、これが 294V になっていてほしい。そうなるように、このドロップの抵抗値を決めていくということになりました。なんですけれども、1箇所ですね、まだ書ききれていない抵抗値があります。こちらですね、ネガティブフィードバックをかけるための、この出力トランスの虹側から持ってきた信号をどれぐらいの倍率にして、初段に戻してあげるかというここの抵抗値、これがまだ計算できていません。これを今から計算で求めていきたいと思います。そのためにはですね、このアンプの全体の増幅率、オールオーバーの増幅率を求めてやる必要があるんですけれども、まず分解して初段電圧増幅部の増幅率はどうなっているかと言いますと、
マイナス 1.5V のバイアス電圧、グリッドの電圧を中心に、例えばプラスマイナス 1V、ピークトゥーピーク 2V グリッドを振ってあげると 120V 出力が変化する、ピークトゥーピークで 120V 変化するということが前もって分かっていますから、そうしますと初段の増幅率は60倍ということになります。続いて、出力弾ですね。この5極間結合の出力弾の増幅率はと言いますと、プラスマイナス 14V、ピークトゥーピーク 28V 振ってあげると、350V ピークトゥーピーク、電圧が変化するということですから、こちらの増幅率は 12.5 倍ということになります。そして最後のですね、出力トランスによる効果なんですけれども、1次側が 2.5kΩ、2次側が 8Ω ということになってますから、この1次側から2次側に信号をコピーする際のですね、電圧の変化というところで見てやりますと、2次側の電圧は1次側の電圧を 17.7 分の1下ボートになるということが計算で分かりますので、このアンプの全体の増幅率は初段の60倍、それから後段の 12.5 倍、そしてトランスによって 17.7 分の1になるということで、全体で 42.4 倍の増幅率を持っているというふうに計算ができました。この 42.4 倍のアンプに対して、6デシベルのネガティブフィードバックをかけたいなというふうにしますと、このネガティブフィードバックの計算式1プラス A×B が6デシベル、つまり2倍ということになりまして、A×B が1、この A というのはアンプの増幅率で、B というのが機関信号に対する倍率ということになりますから、この B は 42.4 分の1ということで、出力トランスの2次側で出てきた電圧を、41.4 対1に分圧してやるような抵抗を組んであげればいいということになります。で、この初段のですね、ところに220オームという小さな抵抗値、これを分圧の下側の抵抗にしていますので、このフィードバック回路の途中にある R1、分圧のもう片方の抵抗値というのは 9.1 キロオームというふうに計算で導き出すことができました。さてさてですね、ちょっともう少し計算をしてみまして、仮にネガティブフィードバックを10デシベルかけてやる、結構多めにフィードバックをかけてやるというふうにすると、どういうふうにすればいいか。10デシベルというのは 3.162 倍ということになりますから、先ほどの計算式で 1+A×B のところを 3.162 というふうにしてあげますと、機関信号にかけてあげる倍率は 0.051 倍ということになりまして、この R1 の抵抗値は 4.3 キロオームということになりますので、例えばこういう回路を作ります。固定の抵抗 4.3 キロオーム用意しまして、その上に10キロオームの抵抗を用意して、この10キロオームのちょうど真ん中あたりにボリュームを置きますと5キロオームということになりまして、 4.3×5 ですから 9.3 キロオームということで、このボリュームをですね、一番こちら側に寄せてあげると10デシベルのネガティブフィードバックがかかる。真ん中あたりに置いてあげると6デシベルのネガティブフィードバックがかかるという状態ですので、一番反対側の抵抗が一番大きくなるような状況に、ボリュームを回してあげますと、その時のネガティブフィードバックの量が 4.3 デシベルということになりまして、この回路をですね、固定の抵抗とボリュームで作った、この回路に、してあげることで、ネガティブフィードバックの量を動的に変化させる回路ということができます。ボリュームを真ん中にすると6デシベルのネガティブフィードバック量で、両端に回すと、4.3 デシベルから10デシベルまでネガティブフィードバックの量を小さくしたり大きくしたりすることができる回路ということが作れまして、それを書き込みますとこのようになります。
出力トランスの虹側から帰ってくる線の途中に、固定 4.3 と 10kΩ のボリュームを挟んであげて、戻ってきた信号を仮想度の下にぶら下がった 220kΩ の上側につないであげることで、ここと、ここで分圧された部分がネガティブフィードバックとして、効果を発揮するということになります。ということで、ご覧いただいているものがですね、5極間結合にして、このボリュームを真ん中にしてある状態で話しますと、だいたい6デシベルのネガティブフィードバックがかかる、5極間接続の回路と、だいたい6ワット強ぐらい出る回路というふうなことが出来上がりました。でこれの回路とですね、先ほどの3極間結合の回路を重ね合わせてスイッチで切り替えるようにできたしたものがこちらの回路になります。かなりややこしいことになってますけれども、出力部にですね、5箇所切り替えるすいません、12345 6箇所ですね、6箇所切り替えスイッチが出てきまして、都合 LR で考えますと12個の切り替え機が必要ということになります。そして3極間結合の時と5極間結合の時でおそらくドロップ抵抗の値も違うでしょうから、そこを切り替えるための切り替え機が1つということで、電圧増幅部初段にですね6個の切り替え機、後段に、12個の切り替え機、そして電源周りに1個の切り替え機ということで、これはなかなかかなり込み入った回路になりそうですし、こういう切り替え作業ですね、電源が入っている状態でやりますと非常に危ない、真空管などを壊してしまう恐れがありますから、そういうふうに電源が入ってない状態でちゃんと切り替えるようなことができる場所にスイッチを配置しなければいけないということで、いろいろとこれから、どういうふうな切り替えのスイッチを選ぶか、それからどういうふうに部品を配置していくかというのは、2回目以降で、考えていきたいというふうに思います。では引き続き2回目以降もご覧いただければ幸いです。どうもありがとうございました。